900点ぐらいだった時の英語力だと何にもできなかったと思う。平均合格トーフルスコアが海外とのケースでもう 100%、パターンは基本的に 100% 英語なの。クライアントも日本人で、うちのチームもほぼ日本人で、謎の彼のために全てが英語になってた。アメリカ留学ちょっと行きますみたいになってトフ受けたの。マジで給料分の仕事してないって評価されちゃうわけよ。英語が強いから採用されてる人って逆に苦労する。英語採用の人はひたすら嫌だなそう、自分自身の英語力が今これだから私はこの業界にふさわしくない、そういう考えはいらないと思う。皆さんこんにちは。前回投稿した動画にですね、外資コンサルの MBB では実際英語力がどれぐらい必要なのかっていう質問をいただいてたので、今日はですねその辺の話、実情っていうのを元ベイン東京オフィスで働いてた涼介と元 BCG シカゴオフィスで働いたトニーで出していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ぶっちゃけどうなん？東京オフィスで最低限に要求されるその英語能力っていうのはどんぐらいだと思う？実際に働く上で必要な英語力はものすごいケースによる。でなんか結局ケース、お客さんが相手だからその英語を使うお客さんなのかそうじゃないのかで、全く英語使わないケースが、東京オフィスでいうと、678割ぐらい。ゼロもある？全く英語使わない？全然ある。完全に国内の超ドメスティックな、昔ながらの日本企業のお客さんだったら、そのカタカナ語は使うけど、基本的には使わない。で逆にその英語ケースで英語のお客さんが相手だとか、対面は日本人なんだけど、その上司とか CXO が実は英語しか喋らないから資料は全部英語で作るとか、もしくは完全に海外とのケースでもう 100% 英語ってパターンはすごいよる。でもなんかどのケースにおいても最低限必要っていう話でいくと、どのケースもやっぱ社内のリソースを最初リサーチするわけよ。その過去に全世界で似たようなことをやったプロジェクトがありますかっていうのが、社内データベースとして存在するから、それにアクセスしてリサーチをしてダウンロードして見るって時は、ほとんどの場合はケースはその英語で書かれてあるから、過去のプロジェクトの内容は読めないといけない。なるほど。どんなに英語を使わないケースでも。でもそれを除くと本当に使わないケースはそれぐらいのなんか読む能力って意外とハードル低くない？低いで、やっぱすごいケースによってて、本当に使わない人は使わないからね。本当に使わない。なんか多分一回も使ったことないって人多分存在しないと思うんだけど、でもほとんど使わなかったよベイン人生でって人は結構一定数いると思う。でなんかでも使う場面は結構でもあって、ケースのはそうなんだけど、なんかそれ以外で、その東京オフィスでも逆に日本語喋らない人も一定数いるから、その人たちのコミュニケーションもそうだし、グローバルトレーニングとか外のグローバルでつながる時は必ずそうだし、なんか内部資料を読まなきゃいけない時とか、そのエクスパートインタビューしなきゃいけない、ちょっと使わなきゃいけないそのシチュエーションっていうのは存在してて、そうなった時には読めるだけだと逆に全く役に立たないことがある。その必要な時と必要じゃない時の差分が激しいと思う。で英語全くなしでじゃあ一応サバイブできるかって聞かれたらできるの？全くできないだと多分入れないと思う。全くはね、確かに、中途面接とかしてたんだけど、中途は俺英語面接してたから英語必要だったね。英語面接の目的はどのぐらいレベルが必要だったの？すごい曖昧だったこいつ英語喋れるかなんか確認してくださいみたいな。それでイエスノーなの？イエスノーだった。マジでデタラメすぎる。いや分かんないな。俺忘れてるだけかな。トニー行ったんだけどさ、多分ソウルオフィスで働いてたじゃん、ベインで。そうですね、はい。でシカゴはもちろん英語だからあれだけど、ソウルオフィスだとどうだった？英語力の必要具合。ソウルオフィスはね、基本的に結構英語力高い、みんなで。帰国子女の数がまず韓国が日本に比べて留学生が韓国の方が多いんで、合格する人も基本的に英語力が高いと、平均的にね。だけど、もちろんみんな帰国子女ではないので、ソウル生まれ育ちでソウル大学行って、そういう人たちも基本的にトッフル110点を取ってる。それはすごいね。韓国人テスト強いからさ一回も海外行ってないのに110点取ってる人は多くて、アクセントが非常にネイティブなのがそれはまた違う話なんだけど、一通りみんな英語で仕事できてる。そうなんだ。なんかね、東京オフィス俺のイメージだと本気で英語苦手な人一定数いた気がする。英語ができなさすぎて英語ケースを下ろされた人とか聞いたことあるもん。韓国だったらね、俺の高校
ちょっと特殊な高校なんだけど、韓国のイートンみたいな感じで、イギリスのイートンカレッジ、で高校1年生、その中3たちの平均合格、トーフルスコアが110だった。そうアメリカの IB リーグの入学の条件じゃんそう、それをもう果たして入学するみたいな、それが平均だったわけ。こういう子たちが高校3年あと大学4年一生懸命勉強したら、まあ減ってはないよね。いや、またどれだけ満点に近づけますかの世界だもんね。そうそう、だから基本的に英語力は平均的に高いと、こういうオフレコ話をもっと聞きたいなと思ってもらえたら、いいねとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お願いします。お願いします。東京オフィス、俺少なくとも俺のいた時代、今ちょっとどうなのか分かんないんだけど、海外大卒 MBA 卒とやっぱ国内採用税で結構明確に違いがあったというか、スタッフィングも、なんかこっちでできる人もいるしだけど、英語ケースこっち多いし、なるべくこう優先スタッフィングされるし、カルチャー的にもなんかあまり外国すぎる人たちだとこのドメドメのなんか苦手な人とかいるから、スタッフィングの話もあったから。涼介は後者？俺は今のでいくと英語日本語ケース割と半々だったと思う。でも実際スルーバイリンガルだからね。そうね、どっちも今はできるからね。後者の場合それはもう本当の帰国子女、ジャパニーズアメリカンとか、そういう人もいた、その初めて日本に住みますっていう人うまく日本語ケースに逃れられてるパターンもあるんだけど、面白いケースとかは社内パートナーが日本語喋らない人だったりするわけよ。クライアントが日本人でもだから本当に免れることもできるけど、基本的にやっぱある程度喋れないといけない、で喋れないといけないってなった時のレベルは結構高い。片言だと、我々って結構言葉を武器にしてやってるわけ、コミュニケーションでお客さんに意図を伝えるとか背景を伝えるとか、うまくこう説得をするっていうのもそうだし、で社内でもパワポのさタグラインとかあるじゃん、今だったらさ AI でなんかすごいいい感じにしてできるかもしれないけど俺がいた時まだ GPT 出てなかったから、英語でタグラインとかその資料の中身書かなきゃいけないわけよ、それをこの文字数何文字以内にちゃんと意味をなくすことなく書き切らなきゃいけないとか、スピーキングもリスニングもライティングもリーディングもスピード遅いと間に合わないし、結構レベルは求められるレベルは高かった。必要な状況ってなった時に英語力ってなんかもう基礎体力みたいなもんで、みんな基本英語できるっていう前提で会話が流暢にできるかどうかはプラスアルファみたいな感じだった気がする、おかしい状況もあってさ、クライアントも日本人で日本の会社で、うちのチームもほぼ日本人みたいな感じで、謎のなんか白人のパートナーがいて彼のために全てが英語になってたみたいなある一人いると英語にしなきゃいけないからみんな苦労してるそうだね、あるある。絶対日本語の方がこれコミュニケーションコスト低いのになって思いながらやんなきゃいけないことあるよね。あるある。それはね、社内パートナー側もそうだしクライアント側もそう。なんか一人英語しか喋れない人が割とやっぱそれあるある状況だよね。英語が話せないと実質いろんな可能性がなくなってしまうっていうデメリットが。例えばさっきのそれこそなんかすごい自分の興味ある業界だけど、例えばその業界のパートナーが日本語喋れないパートナーだってなった時に、もう社内におけるあなたのその業界へのエントリーはもう途絶えちゃってるわけじゃん英語ができないってだけで、英語ケースだから入れませんってなって、せっかく面白いのにできないってなるし、グローバルトレーニングとかもレベルごとに1回ずつある。 AC だったらこのグローバル AC トレーニングとかあったじゃん。あれも行って世界中に友達ができて、いつかその都市に遊び行った時とかになんか「よっ!」つって泊まらせてもらえるとかできるじゃん。それ全部なくなるし。確かにね。でオフィストランスファーとか他のオフィスにこう移るってやることもできないから、ものすごい自分の可能性狭めちゃうと思う、英語ができないってだけで。そうなんだよね。こういうなんか AC トレーニング、グローバルトレーニング行ったらさ、よくその日本人のグループ固まって、みんなその塊から離れないみたいな感じよくあるよね。だから単純にガチで仕事が滞るっていう、ちょっとそのスタッフィングと似てるんだけど、例えば国内ケースなんだけど、海外知見を集めなきゃいけませんみたいなんで、エキスパートインタビューって言ってその業界にすっごい詳しい人を見つけてくれる会社があって、でその人にインタビューしていろいろ知見をもらうっていう、エキスパートインタビューっていうタスクがあるんですけど、それをじゃあ海外の知見を集めたいから聞いてきてってなって、英語ができないと
できませんとは言えないからでもなんか本当に英語できなかったらなんかもう一人じゃ一人お前も行ってってなって無駄なリソースになるし、もうそれだけでそのクレディビリティ下がっちゃうし、マジで仕事が滞る。そのファーム内で東京オフィスのリーダーシップ層に入りたかったらパートナーになって、でもちろん国内の大企業にケースを売ることはできるけど、日本語オンリーでだけど結局パートナーもなぜベインを雇うかっていう話になると、やっぱりグローバルネットワークがあるから、そのグローバル知見があるからなんだけど、パートナーがそのリードパートナーが英語ができなくてシンガポールのパートナーと会話ができないとか、そういう状況だったら、自分のパートナーとしての価値もね、減るし、あとそれ以上のそのベインレベルのファームレベルのリーダーになりたい時に英語ができなかったら、それは論外だよね。アメリカの会社で、アメリカで英語ベースの業界だから英語ができないと長期的にいろいろしんどくなるかもしれない。だいぶしんどいね、長期で見れば見るほど、で表現としては多分英語から逃げるって表現になっちゃうんだよね。その入るならば英語はかなりレベル上げた方がいいと思ってて、そんな英語レベルどこまで上げた方がいいんですかって話でいくと、テストでいくと、トイックとトフルが多分あると思う。みんな110レベルみたいなのあったじゃん。でトフルの方がだいぶ難しくて、トイックの方が簡単ですと。でなんかトイック満点でもなんかあんまり頼りにならなくて、そうだね、トーフルの多分100以上は欲しい、最低限だねそれ。そう最低限トーフル100以上は正直欲しい、で俺は個人的経験から来るそのストーリーなんだけど、俺帰国子女なの、で帰国子女だから2歳から7歳までイギリス行って、でも7歳で帰ってきて18までずっと日本だったのね。で高校の時にトーフル取って、俺も英語できるしみたいな、帰国子女だしみたいなテンション乗ってて、で高3の時の俺のトイックの点数が860点だったの。でその高校の中だと一番高くて、任してよみたいなテンションだったわけ、でもなんかアメリカに留学ちょっと行きますみたいになって、でトーフル取らなきゃいけないみたいになって、でトーフル受けたのそしたら65点。マジで65点でもリスニング大丈夫だったわけでしょ。リスニングはそうできた。じゃあ他どんなダメだったのそれ。よっぽどできなかったんだろうね覚えてないけどでも65点でしかもなんか3回取って最高得点だからね、マジかおいちょっと準備しろよいや勉強できなかったからさ。でもだからそれで、アメリカ行って頑張ってトレーニングして、それからトイオフル俺受けてないからちょっと今何点か分かんないけど、英語日本語全く同じぐらいのレベルで喋れるから困ることないんだけど、でも言いたかったこととしては、当時俺860点トイック、900点ぐらいだった時の英語力だと何にもできなかったと思う。確かに、ね、だって向こうの授業ですら俺受けるのもやばかったし、教科書読むのもなんか同級生のなんかね5倍かかったから、そんなねコンサルね1日16時間労働でネイティブでそのぐらい労働するわけじゃん、5倍そう仕事終わんないからさ、だからやっぱトイック900は何のその必要値には達してなくて、トーフル65も圧倒的に足りなくて、だからトーフルは多分100以上は少なくともないといけない。そうだね、110ぐらいあったら、言語がすごい高いハードルだなっていう思うぐらいの、実力ではないか。そうね。テスト受けない人もいると思うんで、なんかどのぐらいの感覚かってこれ感覚値でしかないからちょっとあれなんだけど、英語の映画を字幕なしで大体理解できれば。でも確かにこの業界ってさっき言ったようにその言葉が武器になる仕事なんで、その武器がちゃんと使えてない状態だと非常に辛い。生クラで切ってることになるからね、何にも切れません、刺さりませんみたいな。本当に賢い人といっぱいあったんだけど、英語力がちょっとね取ってて、それで自分が言いたいことはちゃんと言えない人を結構見てきたんで、もう気の毒だなって思って、そこは。俺インターンだった時ケースチームミーティング、CTM があって、パートナー含めてチームみんな集まって、週1回ぐらいやるやつあるじゃん、でそこでコンサルタントレベルのから結構内容も分かってて賢い人で、彼英語使うの初めて見たわけよ、でパートナーが外人で、英語だったんだけど全ての会議は全てじゃない、この CTM は、今までずっと日本語で、全くなんか小学5年生が喋ってるような感じだったわけこの人めちゃくちゃ賢いって俺分かってるんだからさ、普段日本語でやってる時はね、そういろいろなんかアドバイスとか俺は聞いてたし、でもなんかその会議で、いやこれダメだなと思って。
まあでもファームレベルでもその限界を分かってるからさ、まあ、いろんなね海外施設も採用して国内施設も採用していろいろバランス感は取ってるけど、まあ、それはあくまでもファーム側の観点で個人的な観点から見ると、もったいない。その英語が強いから採用されてる人って逆に苦労するパターンがあって、日本語があまり上手じゃないか、それは英語採用みたいな感じで採用される人、特に BCG に多い、BCG 東京に、向こうはね人数が多いからさ、そういうチームで英語できる人1人、日本語できる人1人いれば大丈夫なわけ、だから平均的な英語力は、まあ、同じかもしれないけど、その個々の英語力ってきっと極端に分かれることがあって、で英語採用っていう感じもあるわけ、でその英語採用の人はひたすらエキスパートインタビューだけやってる。嫌だなそれ。そうなるほどね、そういう感じもある。でもそれは確かその BCG の方が、そのちょっとこれも次のエピソードでそのうちMacBCG ベインの比較やりたいんだけど、BCG はやっぱ BCG 東京は、その MBB の中で最もドメスティックだから、でお客さんもやっぱドメスティックがすごい多いから、英語を本当にできない人が俺の知り合いでも入ってて、本当にできない。本当にできない。だから小学5年生とかも本当になんかそういうなんか義務教育100以下絶対。トイック800いかないんじゃん。マジで。大丈夫って。本当にできない。接してこなかったみたいな人とかも言ってる人知ってるから、だからもう極端にもうなんかもっとその英語できない層、まあ分母が多いからっていうのもあるけど、カルチャーとしてある。でそういう意味ではベイン東京オフィスはその中で最もグローバルだから、よりその英語が必要なカルチャーであったり、その構造っていうのはなんかよりベインの英語必要度が高い理由ではあると思う。そこもなんかその東京の MBB でもカラーとか必要要件ちょっと違うよね。確かに、ベインの場合本当に結構そのミニマムイングリッシュレベルがある程度あるような感じはする。同じそのケースの話でいくと、ベインってそのプライベートエクイティグループっていうそのペグっていうグループがあって、プライベートエクイティの案件だけをやるっていうチームが存在してて、ローテーションなの、すごい厳しい労働時間が長くてすっごいタフなチームだから、もっと痛いですって希望を出し続けない限りは 6ヶ月入って、もう出て、で次の人が入ってって、この社内ローテーションが組まれていくから、いつかどっかで入る可能性がすごい高いよね、長くいればいるほど。ペグは基本的に 100% 英語なの。でクライアント側もその外資系の PE ファンドが多いし、社内今でも多分そうだと思うんだけど、社内パートナーがその日本語喋らないパートナーがほとんどだ。確かにね。だから 100% 英語なの。でPE 側も外資 PE だとそのヘッドクォーターに送んなきゃいけないとかもあるから、全部英語で作らなきゃいけないの。でそうなると時間の問題で英語がすごい必要になって、でペグで初めて英語使いますってなったらもう地獄よ。ダメなんだそれ。ただでさえきついのになんか二重苦みたいな、そうなったらもう本当に結構臨終みたいな。でもみんな AC から C に行く過程で1回ぐらいペグ入るでしょ。1回ぐらいペグケースに入る、でペグのそのグループに入るのは 100% ではない、ローテーションながらそのうまく逃れられる人も存在はする。アメリカの場合やっぱ必死で1回ローテーション。そうなんだ。なんないといけない。だから今はなんかペグチームが大きくなったって聞いたから、もしかしてあんのかもしれないけど、当時俺いた時はなんか 2チーム3チームぐらいだったから、その時間的に全員6ヶ月でやってたら回らないっていう限界値があったから、全員はやってなかった。でもペグケースはほとんどの人が少なくとも1回やってたと。逆に俺もさ、なんか俺が日本語オンリーでペグやれって言われたらさ今この日本語力でもさちょっと不安なんでそういうレベルよね。でもさ、英語力がそこまで高くなくても全然なんか成功してるパートナーとか、シニマネとか AP とか見てきたと思うんだよね。そういう場合ってどんな感じなの？
まあなんかここまですごいそのトフル110必要ですみたいな話はしているし、まああった方がいいことは間違いないですと、一方でまあなくてもやっぱ確かに今言ってもらったみたいに上まで上がってる人はいて、なんか俺の同期とかでもやっぱ英語得意じゃないですって言ってる人もいるし、今もしかして上手くなってるのかもしれないけど、昔英語ができなさすぎて英語ケースから降ろされた人が今死にまね AP ぐらい、まあ、パートナーでもなんか少なくとも得意じゃない、英語は得意じゃないみたいな、なんかスラスラこう言える感じじゃないっていう人、まあ、全然いる、でいるからなくてもサバイブできますと。でなった時にじゃあどうやったらサバイブできますかでいくと、なんかさっきちょっとトニーが言ってたみたいに他のスパイクがあるとやっぱ強い、その言語ちょっとできないけどやっぱ圧倒的にプロソルが強いとか、まあ、出川イングリッシュじゃないけどさノリだけではいけないんだけど、そのノリだけでいけるところは一定量もある、でそれをちゃんとうまく周りを巻き込んでこうね、快く英語できないのを助けてあげるよっていうなんか人間関係を構築できる人とか、まあ、もしくはそのベインの場合あんまり社内成長がなかったけど、そうじゃないケースにちゃんと永遠にこうつく、こう根回しとラックを持ってるかみたいなそういうのもあるし、最低限はその人たちもできるんだろうけど決して得意ではないし、トーフル110なのかっていうと分かんないなっていう人はいるから、そういう人たちはやっぱ他のどっかがスパイクしてる人が多い。まあ、英語ができないせいでコンサルの、まあ、醍醐味じゃないけどいろいろなんか面白い経験とかであるじゃん、例えばオフィストランスファーとか、半年ぐらいドバイに行ってドバイのケースやってみますとか、こういうEB ならではのその面白い機会をギブアップしないといけない場合も英語のせいであるかもね、そうね。実際そのオフィストランスファーに応募できるレベルの英語力で非常にパフォーマンスも良くて、でアメリカにトランスファーした実例があるんだけど、で彼も非常に優秀なわけ、もうプロソルが非常、すごい頭切れるし仕事できる人だったんだけど、アメリカに行ってでコンサルタントレベルだったんだけど、そこでも、プロソル強いから仕事はできるけど、向こうから「いや君アメリカに残りたかったら、このままじゃ絶対プロジェクトリーダーには昇進できないよ」って言われて、そこはやっぱりその社内で自分のオプションスペースを広げるためにはもう、準ネイティブぐらいの英語力は必須であるというところがあって、そこで本当にびっくりしたのが、なんか日本国内だとスパイクがあれば大丈夫だけど、そのファームレベル、グローバルファームレベルで何をやりたいとか、それをトランスファーして自分がマネージャー以上に行きたいと思ったら、要求される最低限の英語力は存在する。それもっと高くなるよね。その外国人なんでが特にアメリカだと通用しないでいいわけ。全く通用しない。ほぼ全員外国人だから、その単純にこう確率論というか分布的に関係ないから話せてねっていう。なんかアメリカだと、日本だとさ、俺の場合多分日本で日本語上手ですねとかよく言われるわけ、アメリカだとそんなの絶対ない。そうね。いやなんかね日本は特にさ、韓国もそうだけど、そのネイティブじゃないけどその言語を話せる人口が圧倒的に少ないじゃん、で英語はでもそうじゃない人口が圧倒的に多いじゃん。でそもそもなんかそのネイティブ人口も多いから、なった時にその競争社会が起きて、同じぐらい脳みそとかできるやつがいた時に、英語がちょっと上とちょっと下だったらそれ英語ちょっと上取りますよねって言って、でこのぐらい頭が良くて仕事ができて英語ができるやつっていうのが圧倒的に多いから、それだけでもう英語力だけで負けちゃう。他どんなに強くてもっていうのはもうアメリカとか、英語圏行くと、もう残念ながら残酷な事実としてはね突きつけられるね。そうだね。俺も留学生の時に、大学でリクルーティングした時に、正直みんな受かった人はネイティブレベルに英語を喋った人たち。ネイティブオフィスはそうだよね。そうじゃない人を、採用する理由がないもん。そうだからみんなビザもあるし、そうビザのハンディキャップがある上で、なんかわざわざ外人を雇う理由がない、でもたまにすっごい頭切れる人は例外として採用される。すっごいレベルがね、すっごい高いから。そう明らかにこの人は俺よりねIQ20 点ぐらい高いみたいな。ただちょっとアクセントがある。そのぐらいまでいかない、飛び抜けないとね。そうでもそれを評価する人も結構平均以上の IQ なんだよね。
そこが難しい。でもそういう人でも結局なんか上に上がるためにはこう英語力はねハンディになるっていうところあるよね。結局その人って昇進できなくて、日本に戻ったっていう、でも日本で、非常に成功してるけどね、すごい人なんで。グローバルオポチュニティってなった時にまた一段ハードルが上がるってことね。スペイン入った頃には結構もうバイリンガルどっちも同じぐらいできますぐらいのレベルだったんだけど、それでも苦労した経験もあって、なんかインド人パートナーの下にいてでカウンターパートもそのインドの、人で。なんでスタッフィングされてるのそれ？東京オフィスなの。ああ、そうなんだ。東京オフィスで、インドの会社がジャパンエクスパンションしてて、でインドパートナーもインドクライアントも出すとこが、インドクライアントはこっちか、でもインドパートナーがそのケースのままこっち来て、でチーム編成して、でもジャパニーズスピーキングも必要だからっつってなんか入れられたの。そういうことね。そう、日本語もできる英語人材で入れられたんだけど、それがインド人同士のそのシニアの人たちの会話、結構ゴリゴリあった時にノートテイキングもしなきゃいけないし、その議論にもさ参加しなきゃいけなかったりするじゃん。俺たまになんで言ってたみたいな、分かんないみたいな。なんか上の人たちだからさ、会話止めて俺が聞きにその「Can you repeat that again」とかもう言えないから、でもなんかミーティングノーツを落とすと終わるから、いやマジ必死だったよね。なんかそれこそ後でなんかもう俺と他のチームメンバーで後でそのミーティングノーツ合わせなきゃいけなかったりして結構なんかね、もうネイティブレベルでも英語でその苦労したこともあった。確かにそのパートナーたちの会話ってさ、結構大事だしハイステークスだし、あと内容分かんない時とかあるじゃん。でその上言語的な問題で発音的な問題重なったらね、厳しいなっていうのはあったね。なんかね、でこの仕事グローバルだからさ、ネイティブのアメリカン・イングリッシュが理解できるだけ以上のレベルがたまにこういうなんかエッジケースって要求されることもある。ある。俺もこれはアメリカじゃないけどドバイで、ドバイで1年間トランスファーしてたんだけど、当時、クライアントはみんなその、サウジ人とか、そっち系の人だったんだけど、なんかたまに半分ぐらいアラブ語混ぜてくるわけ。でもなんかアラブ人すごい混ぜるよね。混ぜる。でなんかその半年ぐらい働いたら一通りアラブ語喋れるようになった喋れないけど理解できるようになった。そのアラビアン・イングリッシュ、すごいね。なんかハビビぐらいまではいけるけどさそうハビビヤッラーぐらいまではいけるけども、それ以上いくと分かんない。これは日本語力がちょっと、100% ではないけど、英語ネイティブだからね、OK だった感じなんで、チームは誰も心配しなかったのを自分でちょっとこの日本語力で大丈夫ですかみたいな考えてたんだけど、向こうは誰も心配してなかった。コンサルってチームプレーなので、そのチームの構造の中で、自分の役割があって、それが自分の英語力にふさわしい役割が与えられるので、誰かがそのもっと英語ヘビーなやつをやればいいってわけなんで、そこまで自分自身の英語力が今これだから私はこの業界にふさわしくないっていうそういう考えはいらないと思う。例えばなんかね、あとパートナー、今でもパートナーやってる人なんだけど、スーパー超ドメ人材なの。俺一緒にケースやったことあるんだけど、社会人になるまでその日本の外に出たことありませんみたいな、そういうレベルの、その超ドメ人材、でもちろん日本のずっと大学行って家も行かずずっと、ベインだけだった人で、昔は本当にできなかったらしいんだけど、今は俺がいた時ですらいまだにそのジャパニーズアクセントすごいあるし、なんかその難解な英語は喋らないんだけど、ともシンプルで、最も的確で、最も伝わりやすい英語を「ジャン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 」って言ってめっちゃこう伝わる英語してんの。でそれは多分オンダジョブで習ったんだと思うね。家とかも学校も行ってないから。ベインで多分最年少パートナーになった人なのかな。だからもう死ぬほど頭いいわけ。すげえな。だから多分その英語力身につけ方も早かったのかもしれないんだけど、やっぱそういうスパイクがあればその英語もついてくるか、スパイクがあるからこそ英語苦手を補填できてるっていう人はいるし、そういう人たちは別になんか英語がネガティブにアフェクト、途中で下の部分もあるのかもしれないけど、
今現在においてはなんかもう多分何の遅れも取ってない。確かにね。必ずしも英語がないとサバイブできないっていうわけじゃなくて、どっかで、自分のバリュープロポジションが非常にクリアだったら大丈夫なんで、そういう意味でスパイクが大事だよね。そうね。超グローバルケースで、一日仕事してて一言も日本語使わなかった日もあるし、で、ね、チームメイトはそのスイス人とドイツ人とドイツ人とアメリカ人とみたいな、だけど東京オフィスのケースみたいなとかあったし、だから結構両極端ある。でも全ての、コンサルタントが英語が流暢ではないからこそ、俺みたいな人がメインに雇われてたわけ。東京オフィスね。東京オフィスのインターンシップしてたんで、ここで、一応日本語一通り喋れるけどさ、ネイティブじゃないし、日本で大学行ったこともないし、合わせて2人3年ぐらい住んだからさ、小1、1年と高校2年3年とインターナショナルスクール、日本の学校でもない、だから結構怪しいレベルの日本語だったので、その後高校卒業して8年後に突然ベイン&カンパニーの東京サマーインターンシップにあったわけで、そこで正直ね、俺心配してたよ。このぐらいの日本語大丈夫ですかねで向こうはOK って言ってたんだけど、入社して分かったのが、だからチームプレーなんだ。俺はそのゴリゴリの日系の金融クライアントにはスタッフィングされないと、一応外資系の外資系の事業会社がクライアントで、その中でもモジュール的に、ね、英語ヘビーなやつをやらされたってわけ、だから会社的にもね、ちゃんとそのタレントのアサイメントを考えてやってるんで、英語で言うと成功できるようなその土台を、準備してくれるのがあってさ、だから俺みたいな日本語ネイティブじゃない人も採用されて、で英語ネイティブみたいな英語が流暢ではない日本人も採用されて、それがね月1億チャージできるケースになるっていう感じなんだよな。実際オフィスの中でも外人ってどんぐらいの割合なんだろう。外人はね、完全な外人は多分オフィス全体でいくと、今日本語が本当に喋れても本当に片言ぐらいは1割多分、1割もいるんだ。1割だと思うよ。結構いるね。でもパートナーとか入れたらね。パートナーが多いね。パートナーの中ではね、喋れるくせに喋れないふりをずっとしてるいますね。そう、酔っ払うとお前そんなに日本語喋れんだからみたいなパートナーいるからさそういう人も入れてだけど多分1割いるんじゃないかな。機械が得意だけどどっちもできますよみたいなで、グレーっぽい人、俺が多分グレーに行くんだけど、そこがまた1割2割とか多分で、残りが日本語がやっぱ圧倒的第一言語だけど英語はできますよ。じゃあ大半がそういう感じなんだね。やっぱジャパンオフィスだからね。確かにね、そこは6-7割は多分そうだよね。でその中でどのぐらい英語できますかが、その日本語第一言語だけども英語もすごい流暢な人もいるし、いやなんかちょっとできれば下げたいですっていう人もいるから、そのスペクトラムの中で、で自分の戦うフィールドをしっかり見極めて、そこにこうねじ込むことができれば、適材適所っていう感じなのかもしれないけど戦える。それはスタッフィングの仕事でもあるし、そう全部はコントロールできないけど、入社するために要求される最低限のレベルは、英語が読めるかだよね。資料は読めないとダメなんで、そこどんなにどこをどうあがいてもそれは必須、それは必須です。それ以上はちょっとうまく社内のスタッフィングをナビゲートできれば、自分が価値を出せる役割っていくらでもあるので、ちょっと頭を使わないといけないっていうところがめんどくさいかもしれないけど、ハードルとしては存在するね。でも全然大丈夫。ただやっぱり TOEFL100、110以上あった方が外資コンサルティングファームのいろんなベネフィットを 100%、120% で享受できるから、圧倒的にあった方が良いですよと。そうですね。ないともったいないですよっていう、なんかちょっとこのミスアウトしちゃいますよっていう、こういうオフレコ話をもっと聞きたいなと思ってもらえたら、いいねとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お願いします。お願いします。